いただきます。いただきます。まちゃん、今日も準備ありがとうございました。お願いいたしまして。ありがとうございました。めっちゃうまそう。あー、涼しい。スープうまいわ。ベーコンたくさん入ってる。うん。なんか心の持ちようみたいな内面的な部分で若さの秘訣みたいなのってありますか？年を気にしないね。なんかばあちゃんだともう93だからみたいに思わないってこと？思わないね。うんそれでどこにでも出てくる。なるべく。いろんな人と関わるみたいなこと、どうだったかなんか考えると面白いね。面白い。ニタニタしてるんだ。ニタニタ。ニコニ結構自慢してたじゃない。おお、そうなの？うちの木の絵が YouTube やってるって、じいちゃん、ばあちゃんってなんて呼ばれてたの？じいちゃんに。おい。え？おい。やい、おい。呼ばれたことないな。そんなことある？だって常に一緒にいらいら呼ばれることもないし。なんか昔話のおじいさんとおばあさんだったらばあさんやとか言うじゃん。言わないな。おいやい。おいやい。そんなことある？昔だったら大概そうだよ。そうなの？おいおい。じゃあばあちゃんはじいちゃんのことなんて呼んでたの？お父さん。お父さん。ああ。お母さんとは呼ばれなかった？ばあちゃん。いや、言われたことないね。あ、そうなの？木の絵とかはでもね、言われないな。ばあちゃんとも言われないし。でもさ、この会話の中でさ、例えば今日のね、おばあちゃんが収穫してくれたきゅうりって言おうとしたとしたらさ、おじいちゃんがそう言おうとしたとしたらなんて言うんでしょうね。その時はおばあちゃんのことをなんと表現して。言わないぜ。うちで採れたきゅうりだって。ああ、そういうこと？じゃあなんだろうな。私が作ったなんてこと言わないわね。だけどばあちゃんのことを会話の中で何とか言わないといけない状況って絶対あると思うんだけど。長いじゃない。だってねえ、おいが作ってくれたきゅうりなんて言うわけ。顔見ていや、おいもの何もないよ。話になるだもん。遠くにじゃあおいとかやいとか言う。おいとかやいとか。面と向かってら言う必要ないじゃん。でも会話の中でさすがに誰のことですとかなんでしょうね。この絶対名前とか言わないとさ会話が通じない時とかって絶対あるじゃん。そうかや。その時においとかやいってばあちゃんのこと言うわけないじゃん。木の絵とかばあちゃんとか母さんとか聞いたことない。聞いたことないの？びっくりした。家内とか？家内は人には言ってたかもしれない。家内、うちのがとかも言うのかな、うちのって、それで通じたでね。昔はそんなもんですか？今みんな名前で呼ぶけど、村中の人のことを姉さんって言っただもん。誰でもどこどこの姉さん、吉郎さんの姉さん、それで通じたでね。名前なん言う人一人もなかった。そうなの？今はほとんど名前じゃんね。まあそうだよね。いや、後で母さんにじいちゃんと話したことあるって聞いてみ。何回もないと思うに。何回もないと思うに。あとじいちゃんがばあちゃんのことをなんて呼んでたか覚えてるって。
あでも聞いたことないっていうか。母さんの名前だったらもしかしたらばあちゃんとか母さんとか言ってたかもしれなくない？ないと思う。ないか。面白いね。それでも信用はあったで不思議だね。おー頭のいいってのは。おーやらせりゃ何でもできるでね。喋らない。人望区長までやったなもんだね。人望はあったんだね、じゃあ。人望は。面白いな。さあじゃあそろそろお片付けしますか？よく食べたね。じゃあおばあちゃんごちそうさまでした。いただきました。美味しかったです。美味しかったです。あればあちゃんもう寝るの？ん？寝るのか。いる。まあじゃあお皿は洗っときました。はい、ありがとうね。はい、こちらこそごちそうさまでした。はい。はい、おやすみなさい。おやすみ。